大人のテニス部始まるよ。皆さん、こんにちは。まだまだ寒いですね。本日は、ポーチってどんな時に行けばいいの？しっかり具体例を挙げて説明します。今回は、ポーチに行く基本の木です。レベルが上がってくるとまた変わってきますが、今回は基本です。それでは、始めてみましょう。1、相手前衛がポーチに行きそびれた場合。今回も基本的には一般の方を例に解説したいと思います。では、まず動画見てみましょう。解説します。まず、リターンを相手前衛がポーチに行こうとトライしますが、少し遠かったためにスルー。この時、スルーした方側の後衛は、放置すると思ったのに、どうしよう。慌てて準備するから返すのでいっぱいいっぱい。とりあえずミスなく返しとくか、さえ考えられてない場合も多い。それを見たリターン側の前衛は、ポーチ、よっしゃ。これはビギナーさんになればなるほど起こりやすい。余裕がない時に本能的に安全な方へ返す。次も同じようなパターン。見てね。解説します。リターンをポチ、トライするも触れず。うわ、マジか。しかもペアチェンジ。後衛はどうしよう。安全なところへ打ち返しやすい。2、おっとっとな時。解説します。途中までは良かったんだけど、ちょっと予測と違って、おっとっと。バランス崩してる。崩れたバランスでストレートとか難しいのは打たない。ロブなら後衛が取るから前衛はポーチに行こう。次もおっとっとな同じようなパターン。解説します。相手のボールが意外に浅くておっとっと。これはポーチの絶好のチャンス。ポーチは良かったけど、打つコースがね。コースについては最後にお話しします。3、センターに体がストレッチされたとき。解説します。まずは後ろ同士でラリー合戦が続きます。そして浅いチャンスボールを打ってしまった。そうすると相手はセンターにビシッと打ってくる。それを頑張って追うんだけど体が流れてしまう。やっと取れる感じの時も多い。センターだから角度もどうしてもつけにくい。この流れた状態からだとさすがにストレートは難しい。それを見た前衛はポーチで仕留める。もしストレート側に来ても相手はリスクを冒しているのでミスになる確率も高い上、決まっても連続して決まる可能性は低い。4、相手がボディに近いとき。解説します。サーブを打った選手がリターンのボールをボディ回り込んだ。体に近い場合は詰まるのでストレートが難しい。しかもバックに回り込みなので余計にストレート来ない。積極的にポーチに行きたい。次も同じようなパターン。解説します。サーブを打って結構中に入ってしまい、本来バックのボールを回り込んでる。なんとか距離取ってるけど、ボールは自分にどんどん向かってくる。ストレートいけなくないけどリスキー。相手のリスクを考えると、ここはポーチに行きたい。近いのを無理してくれると、このようにミスにつながることもある。4、5、スライス面を見たとき。解説します。スライスはコントロールショットなので、スピンに比べるとパワーとスピードがどうしても出ない。なので、ネットから遠い位置で低く通すとポーチにかかる。逆に遠くからスライス面見えたらポーチに行こう。スピードないから打ってからでも間に合うときあるよ。こちらも同じパターン。
解説します。スライス面だけどまだ動いてない。打ってから動き出しても間に合った。スライスストレート行かれそうと思ったら、クロスに来たらポーチって思ってるといいね。そしてまたまたスライス面。スライス面を作り出す。コートの中から打ってるけど、しっかりこの時は見られてるね。そら来たとポーチに出る。浮いた。ネットに当たってはいけません。6、相手が苦手な方で打つ場合。フォアのリターンが苦手で何度もミスってます。そんな時はサーブをフォアに入れてプレッシャー。苦手を攻める典型的なプレッシャーポーチ。次も同じパターン。彼はバックでのミスがちょっと多い。苦手な方に振られてストレートはリスキー。だからポーチに行く。さあ、この6パターンの奥に共通点があるのがわかるかな？ 3, 2, 1. 答えはバランスが崩れた時の本能。人はバランスが崩れると本能的に安全なクロス、いわゆるセンターへ返そうとします。その時がポーチの絶好のチャンス。これさえ覚えておけば、他にも応用はめちゃめちゃ効きまくる。だから前衛は相手がバランス崩したのを見逃さないようにしっかり見よう。その見る目がある前衛は強い。最後にポーチの方向についてお話しします。次の動画を見てください。基本のポーチは前衛側。なぜなら、ポーチに出ると体のベクトルは動いた方へ流れる。だけどポーチを後衛側に打ってしまうと、鋭角でないと後衛に取られる。そして、自らコートガラガラ大事件が起きる。次も同じようなパターン。やはりポーチを後衛側に打ってしまう。そしてコートガラガラ大大事件。そろそろペアさん、マジかよーって思ってるかな？だから基本はやはり前衛側へ持っていきたい。もし後衛側に打つとしたらこのようにしっかりと詰めて鋭角にボレーを持っていきたい。そうすると決まるよ。ご視聴ありがとうございました。参考になったな、面白かったなと思ったらいいねでアクションしてくれると嬉しいです。インスタグラムの方でも発信しています。覗きに来てね。チャンネル登録よろしくお願いします。